Hello，大家，今天继续跟我一起来看《失焦的深度》第2集。那一天，早川误入了顶楼，意外的让干野这个特殊的少年闯入了自己的生活。我们就继续来看2个年轻男孩的青春成长故事。哇，如果自己学校看出去是漂亮的海景，那真的蛮幸福的哦。遅いじゃん。なんかバイト。父親の手伝いみたいなもんだから、ろくにバイト代もらえねえけど。你还得帮爸爸工作哦。よし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 。そういうことじゃないって。我越来越好奇干野的家庭背景。哦，你们家也是做摄影的？そういえばもう来年3年だろ。はい。ああ、写真学科のある大学受けようかと。相変わらずブレてねえな。別に普通ですよ。世の中そういう奴らばっかじゃねえぞ。这边就有一个目标不明确的。哎，我还是不理解为什么放弃一个东西跟过去切割都要把手机还是这些3C 产品丢出去，你把档案删掉不就好了吗？更何况你根本割舍不下。他现在早点来等他了。担任から候補用に使える学校の写真くれって頼まれて。完全にいいように使われてるわ。结果不会洗出来全部都是他的照片吧？都是早川的照片。啊，要把那张照片挑出来。すごくいい写真たち。哦，你以为干也不知道你在偷拍他啊？なんでお前俺から離れていくの？離れてないけど。干也你明明都知道，还逗他。離れてないから。離れてないから。あ！ほら。返すから。挑出来。お前ってたまに変よ。不跟他计较了，就让他拿走吧。他这侧脸，这睫毛好漂亮哦。いつからやってんの？カメラ。ああ、小学生くらいかな。休み時間、校庭の遊具ずーっと撮ってた。所以他拍摄跟他家里有关系吗？他接触摄影跟他爸爸的职业有关吗？そのカメラも古いの？ああ、親のお下がり。嗯，还是跟爸妈有关。撮ってみる。なんか今日めっちゃボケてる。因为没对焦，刚好呼应这部的标题叫失焦。啊？什么意思？来てみ。左手でさ。哦，好亲密的摄影指导。覗いてみ。干眼都没有什么特殊的感觉吗？我们早川已经小鹿乱撞。俺は深度が浅いから、このぼやけたところが味になる。こんちゃんはいつだってただまっすぐだ。哦，也是啦，就连这种肢体接触他也不会多想。なんか昔からやってたこととかねえの？刚好提到这个。音楽。哦，真的很直接耶。だってよく歌ってんじゃん。うまいし。哦，这个摄影师突然把镜头一旋转，他的内心越来越不安。这是他尘封的过去。マジでやべえよ。気持ち悪い。気持ち悪い。你们才恶心呢，小屁孩。但是这样应该不至于就要放弃音乐梦想吧？また気持ち悪いって言われた。授業中も歌っちゃって。先生にも怒られて。哎呦，好啦，你就不要在上课的时候唱歌嘛。我慢してるのに。啊，不唱歌对你来说是一件这么痛苦的事啊，还要忍耐。授業中の歌はちょっぴり我慢。啊，休み時間になったらこれに向かって歌を吹き込むの。お母さん、シュンのすぐ歌っちゃうその癖素敵だと思う。这妈妈很好啊，那为什么感觉长大之后的早川跟妈妈很疏离？
あともし柊が良ければだけど、柊のこと特別扱いはしないよ。自分で学んでいくこと。这妈妈自己是钢琴老师都没有想过要教儿子啊，到现在才让他开始接触钢琴。明明儿子表现得这么有兴趣。山下くん、どんな練習したらそんなうまく弾けるの？曲を解剖してそれを自分なりに弾く。なんかすげえ。这背景音乐钢琴声还配合他的手指，哎，哇，这么有热忱哦！哦，太有天分了吧！父さんお母さん、見て見て、一番。第一次看到爸爸，よく頑張ったな。帰ったらお祝いしようね。那他爸妈都很好啊。そんな少女何の意味もない。哇，ピアノを続けたいなら絶対に結果を出してってお母さん言ったよね。なんで早川くんなの？大家都是被逼得很紧吧，才会得失心这么重。ひいきされてるでしょあの子。结果又因为音乐而失去朋友了。早川の演奏すげえよかった。没办法看着他的眼睛说出来哈。山ちゃんのおかげ。何そのあだ名。山下くんピアノ教室辞めることになった。お家のこととか大変みたいで、啊，ピアノも処分するんだって。好像不是这个原因吧？山ちゃん待って。だからいいこと思いついたの。僕とバンドやらない？山ちゃんはピアノ、それで僕はギター。だから山ちゃんはうちにあるピアノいつでも使ってよ。哇，对他这么好哦！但是他放弃钢琴真的是家里的原因吗？哦，还是答应了？哇，你为了朋友这样啊？发生什么事了？这是第一集开头那一幕吗？这么突然？早川。还是没有告诉我们为什么吉他会被摔碎？大丈夫か？よくわかんねえけど、お前のそれは話したら楽になるやつか？こんちゃん優しいね。また弟扱い。そうじゃなくて。兄ちゃん。やめろっつか話そらす。他每次触碰到他内心的话题，都要转移话题。じゃあさ家行っていい？うん、来たけりゃ来いよ。哎，あ？間違えた？今の女の子に言うやつで。親か。ちょっと待ってら。今度俺ら以外に友達いたんかよ。他还是有朋友的是吧？めっちゃダサくない？ダサくないよ。哎，你们当着他的面就在议论这个哦。はい、すいません無理って。大丈夫。こいつ食べられて超絶嬉しがってるから。そうだよ。怎么了？感觉有点吃醋吧？他以为对方跟自己一样都没有朋友。こんちゃんは誰とどこにいても変わらない。俺と違って。你哦，心里有什么想法都不讲出来，自己在那边臆测。早川先輩。あんちゃん。先輩は今も音楽やってないんですか？这个小信是知道他过去的吧？やってないよ。早川看起来好悲伤哦。中学の時、先輩のバンドに憧れて軽音部に入ったんです。先行ってて、階段上がってすぐの部屋。他们家是这种木质色调的，都是摄影的相机的东西，看的书也都是摄影的。你又火大了，人家就只是表里如一嘛，不仅表里如一，而且对自己未来的目标很明确。適当に座れ。就拿一个矿泉水招待他呀。お前、今日いつにも増して変だな。なんかあるなら聞くけど。我觉得干爷你也稍微不要把他逼得这么紧，问得那么紧。嘘ばっかだな。哇，
そんな風にヘラヘラ笑い続けてたらお前が追い詰められていくだけだろ。しんどいならやめろって。俺だって好きでこうしてるわけじゃないんだよ。あんたみたいに好きなことやってりゃ周りが受け入れてくれるわけじゃないんだよ。これから先ずっと笑ってごまかしていくの。そういう正しいところがイライラすんだよ。好啦，他们需要这样子的一次爆发、一次冲突、一次释放。殴ったら気すんの？俺はただ早川のことが知。这个我是没想到啊，干爷也没有躲开哈。是啊，你看看，他不像讨厌的样子。どうしたゆこんちゃん。哎呀，セックスしよっか。结果早川你还是在拿这个来转移话题，转移你不想讨论的话题。第二集看完了，这一集我们看到了早川的故事。原来他小时候是一个非常热爱音乐的小孩呀，随时随地都想唱歌，也因此被当作怪人，跟他现在这个努力读空气的样子截然不同啊！以前可能真的就是有点没有看场合就唱歌，才导致他被用异样的眼光看待。而他妈妈也很好，自己是钢琴教室的老师，他就想办法让他儿子能够在不影响日常生活跟人的相处的这个情况之下，去发展自己的兴趣。本以为他在音乐这条路上就会顺风顺水的走下去，然而就因为他的天赋太超群，直接超越了他当初跟他一起学音乐的朋友。事情至此也还没有完全结束，他也还是有在继续摸索音乐。后面又不知道发生什么事了，接回到了第一集开头那个吉他被摔碎的那一幕，让早川决定尘封自己的内心，尘封自己的过去，不再触碰音乐，每天挂着假面生活，在校园、在朋友，甚至在喜欢自己的女生面前假装很开心。只有干野知道他其实并不开心，知道他内心里有一个在哭泣的小孩，所以一直在逼他说出来，一直在逼他表达真实的自己。早川虽然喜欢他，感觉在他面前轻松可以透过气来，可是大部分人其实都没有那么能够坦然的面对自己呀。当有人触碰到真实的自己内心的时候，其实是会抗拒的，所以就爆发了这一集结尾的冲突。我们接着就再继续看早川过去到底还发生什么事，过去那个热爱创作音乐、热爱玩音乐的早川，怎么梦想就破碎了，以及干爷他到底为什么这么执着的想要让早川讲出真心话来？他真的像我们看到的这么表里如一吗？他真的没有什么深藏的秘密吗？我们等着看吧。下次见，拜拜。